今回の産業まとめ。まずは外交次官協議から。再び首脳会談を目指す。日韓間の連携を重要視。韓国ムン・ジェイン大統領の訪日がキャンセルされ、日韓間の溝が改めて鮮明となっています。韓国側としては再び実りある首脳会談の開催を目指しているとのことで、新たな動きを見せています。そんな中、森健夫外務事務次官と日米韓次官協議のために来日した韓国のチェ・ジェンゴン外交部第一次官は2国間の協議を行いました。協議では、チェ次官からオリンピック開幕への祝辞があり、森次官は謝意を表して、日韓首脳会談成功のために共に努力していくことで一致したようです。日本側からは慰安婦問題や旧朝鮮半島出身労働者問題に関して、韓国側が責任を持って対応するよう強く求めたようです。韓国側からは、被害者の理解と共感を得ることが問題解決の基礎であるとし、日本側が正しい歴史認識に基づいた姿勢で臨むことを期待すると返したようです。また、先日の相馬総括公使の不適切発言に対して抗議し、早急に相応の措置を取るよう要求したようです。両次官は日米韓3カ国の協力によって、北朝鮮問題などの地域情勢の安定や、コロナ禍での両国の協力問題、日韓や日米韓3カ国の協力が重要であると認識を共にし、緊密に連携していくことを確認したようです。また、森次官からは拉致問題について、引き続き理解と協力を求め、支持を得たとされています。翌日である21日は日米韓で次官協議が行われ、3カ国で緊密な連携を行い、地域や中国を含む国際問題に協力していくことで一致したようです。編集書簡。今回の概要。日韓首脳会談への道。習近平を思い出す。一応関係改善路線。保守というか、県間の人たちの意見をちらりと見ると、ムン・ジェイン大統領は来なくてよかったというのが主流のようですね。ちょっと変わった意見もあって、むしろ日本に来て選手を連れて帰ってくれみたいなのもあったようですが、私はぶっちゃけ県間ではないので、普通に訪日して、特別扱いされず普通に15分間だけお話しして帰ればいいのにと思いましたね。前に進むも後ろに下がるもまずは会って話せばいいのにと思いましたよ。G7 の時もね。今回もそうだけど、ああいう風に相手をないがしろにする姿を見ると、日中関係が最悪だった時の習近平国家主席を思い出します。当時の安倍首相に対して、めっちゃ不機嫌に握手してたりしてましたよね。あれってどうしてあんなにまでなって、今はそこそこの関係なのかな？時期的に尖閣の問題が発端か。あれも中国政府が国内世論を形成しておきながら、ちょっと手がつけられないくらい反日に傾いてああいう態度を取らざるを得なかったような感じだと記憶してます。もし違ったら皆様ご指摘よろしく。今やムン・ジェイン大統領は、ご飯欲しがっている犬のように菅首相の周りを嗅ぎ回ってって、こういう発言したらまた不適切って言われるかな。でも私のイメージとしてはそんな感じなんですよね。成果が欲しいワンって感じで、別に侮辱してるわけではないんです。で、飼い主さん、この場合は菅首相ですが、すっぽく釣れないって感じ。やっぱり習近平と重なる。とはいえ、講師の発言問題で大騒ぎになるまでは来る気満々だったので、ある程度は整理されていたんだと思いますね。ただ、菅首相もあんな感じだし、韓国側も何もかも約束したわけではないので蓋を開けてみなければわからない部分も多くあったと思います。そこまで準備しておきながら、ちょっと今回はタイミングではないということになったと想像しています。ひょっとしたら菅首相は総裁選前に変な約束して、自分以外の人にそれを押し付けるようなことになるのもちょっとと考えたのかもしれません。両国ともすごくうやむやな感じですが、今回の次官級協議では両国とも改善を望んでいるということなので、また仕切り直しを始めているようです。発表を見ると両国とも毎回似たような感じで何かが着実に前進してるとは思えませんけどね。G ソニアは正常化する方向なんだ。きっと防衛協力関連は米国が特にうるさいから歩み寄らざるを得ないんでしょうね。今回のこと、米国はよく思わないでしょうね。そんなこんなで3カ国の次官が集まって前向きな協議を行ったようで、
ここには韓国があまり触れたくない中国への対抗も含まれていました。ネットではいろいろ言われていますが、結局韓国もこちら側で中国に対抗する姿勢を示さざるを得ないということです。おっと、そういえば、習近平国家主席の訪韓はどうなったんだろう。これもなくなったっぽいですね。北京五輪にムン・ジェイン大統領が行って終わり、こう考えるとムン・ジェイン大統領の外交にも問題があるのかな。それ言うと日本もか。コロナ前までは国賓対応で来日する予定で、そのために中国に色々配慮してましたよね。その結果貿易が遅れて、それで中国を取り巻く環境もこんなに変わって、コロナ禍もあって、完全に機会を逃した形になりましたね。私としてはムン・ジェイン大統領はどうでもいいけど、こっちの方は本当に来なくていいわ。もう来られるような関係でもないしね。韓国も結局あれだけ4月の外相会談までは中国に媚びを売って感染もそれなりに抑えてお迎えする準備ができていたのにね。米韓首脳会談とそれ以降の反中的な流れに飲まれ、7月に感染が最高潮に達してとてもじゃないけどお迎えする状態ではないですね。どうあれ日韓関係はまた修復を目指して動いているようですが、菅政権が続けば難しい状態は続くのかもしれませんね。あ、結局ムン・ジェイン大統領来ないんだね。私はちょっとほっとしたかな。なんで？だっていっぱい引き連れてくるんでしょ？それでコロナもいっぱい持ってこられても困るからね。あ、そういう方面ね。だって韓国の選手とかもいっぱい感染してるんでしょ？選手の感染はまだ報告されていないけどね。でもあれだけ軽貿易ってやってたけど大崩壊して未だ歯止めがかからないよ。うん。だからそれを日本に広げてほしくないなーって。なるほどね。でもどっちにしろ代わりに他の人たちが来るけどね。そうなの？文化体育観光部って言って、五輪関連の長官が来るらしいよ。それも来なくていいかな？ただ規模は大統領が来るよりきっと小さくなると思うけどね。またそこで感染者出たりしないかな？さあ、それはわからない。多分政権関係者での感染は発表されていないように思うけど、もし陽性判定出たりしたら大変なことになるね。韓国国内では閣僚や近辺が陽性判定受けて騒ぎになったりしてないような気がする。まあ私の知る範囲ではだけど。そうなんだ。みんな気をつけてるからなのかな？もうほとんどワクチン接種してるんじゃないの？あ、そうなんだ。でも今回感染したって人たちもワクチン接種してるんだよね。多分ね、韓国の選手や委員のほとんどが接種してると思うけど、ちょっとどこまでかは定かではない。韓国メディアは突破感染なんて言うけど、韓国の IOC 委員の人はそう報じられていなかったから、ひょっとしたら接種してなかったのかもね。そんなことあるのかな？わかんない。ないと思うけど。なんか日本のせいにされそうで嫌だね。きっとそれぞれの国で感染してるんだろうけど。こんな感じだから五輪は別の意味で賑やかになりそうだね。本当に前代未聞な感じだね。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。リモート同棲だって、朝のワイドショーでやってたんだよ。無料通信アプリで寝ている間もずっとつなぎっぱなしなんだって。へえ、最近はそういうのなんだ。乗り遅れないようにしなきゃとは思うけど、私は無理かな。コロナ前からやってる人はやってると思うけど、またメディアは新しい言葉を流行らそうとしてるね。リモート同棲。スマホの電池がへたりそうでやだな。私の行ってるパーソナルジムではリモートで教えてたりするよ。となると、そのうちリモート美容室ってのも出てきそう。リモートでつないで美容師さんに教えてもらいながら自分で髪を切るんだよ。それずいぶん前だけどテレビでやってたよ。指導だけするとかって。あ、もうあるんだ。それって録画してたら1回で終わりそうだね。それは言える。そういえば私ね、5年ほどずっと同じ美容室に通っていたんだけどね、そこのアシスタントの男性がどうしても合わなかったんだよ。なんとか好きになろうと思って何年も頑張ってみたんだけどね、ダメだったよ。美容室あるあるだね。てか5年もよく頑張ったね。私なんて嫌だったらすぐ帰るけど。店長さんは良かったんだよ。でもアシスタントさんが苦手だったの？それでね、
ドライヤーで乾かしてもらっている時に色々話しかけてくるんだ。毎回休みの日は何してるんですかとかつまらない質問。それで質問に答えるでしょ？でもドライヤーの音がうるさいから私の声が聞こえないらしくてね。いちいちドライヤーを止めて、何ですか？って言うの。毎回それがあるんだよね。うわ、間が悪い。使えないね。それで彼との最後の思い出はね、シャンプーしてもらっている時に、今日は特別なトリートメントがあって、さっぱりかしっとりどちらかお選びいただけます。どちらにしますか？って言われたの。そんなサービスできたんだと思って、じゃあしっとりでって言ったのね。ちょっと今回はラッキーだったかなと思ってたらね、なんとお会計の時にしっかり1000円上乗せされてたの。それはぼったくりでしょ。小さい美容室で周りにたくさん美容師さんやお客さんがいたから指摘できなかったよ。あの人せこいって思われるのも嫌だったし。ゆるりんはせこいから気にしないかもしれないけど。むしろ大きい声で言っちゃうかも。それで何も言わずフェードアウトしたんだよ。今言ってるところは女性ばっかりでね。担当してもらっている人もすごく可愛い美容師さんで話も楽しいから毎回行くのが楽しみなんだよね。我慢せずもっと早く変わってよかったんだって思ったよ。いつも変なところで無駄に我慢するよね。